たまには旧作を。こんにちは、春日部つむぎです。今日のフィギュアはこちら。2024年7月アルターから発売されたライスシャワーだよ。ほぼ月1更新になっちゃって旧作で繋いでおこうかなって。それに色々編集したいこともあって、どちらかというとレビューっていうより個人的な満足のためってかもね。こんにちは、中国うさぎです。ライティング動画でちょっと出たうさぎちゃんです。編集が大変でもうやらないって言ってたのに。大変なんだけど対話形式の方が発展しやすいんだって。そんなわけでフィギュアの話に戻ろうか。アルターから発売されたライスちゃん、初手決定版をお出しされたせいか意外と立体化に恵まれてないんだよね。そんなに人気なの？2024年時点は少し落ち着いてたと思うけど、リリース当初はお兄様お姉様を大量生産していたとか。埼玉の人もそうなの？アーシはスティーム版が出た2025年から始めたけど、確かチケットで速攻ライスちゃん交換したね。で、改めてフィギュアを見ると本当にすごくよく再現されてる。ほんと100点満点。アルターの再現度はさすがだなって。ベタ褒めだね。そりゃもう指先や装飾の細部まできっちり作り込んでるからね。毛先や尻尾はシャープだし、クリアパーツの使い方もすごくいいと思う。このリボンの動きとかすごい好き。でもその割にスカートの広がりが不自然じゃない？なんか広がって固定されている感じがする。ワイヤーが入っているような。動きがあるっていうならスカートも動きあるんじゃない？ここは評価が分かれるかもしれないけど、原作もスカートは結構こんな感じで広がったまんまなんだよね。これは狙ってこういった構造にしているのかもしれないけど、ウマ娘のリリース自体2021年で 3D スマホゲームの幕開けとなった時期ぐらいなんだけど、当時のスペックではこれぐらいが限界だったのかもね。原神とか見ても結構スカートの表現は硬かった。狙ったか技術的な問題かわからないけど、原作的にはこれが正しいってことなんだね。埼玉の人話長い。まあ若干気になるところはあるのは認めるけど、気を取り直して。個人的に最も見どころというか全フィギュアの中でもトップクラスにいいなって思うのがこの唇。この造形と塗装は発売当初からずっと気に入ってる。確かにこれはすごいね。ここまでくるっとうるっとした唇を造形したフィギュアはライスちゃん以外で見たことがない。現代のフィギュア造形塗装技術でここまでのものが作れるとは正直驚き。ただツヤっとさせただけではない潤いを感じさせる塗装、そして唇のくっくりとした色気を感じさせつつも誇張しすぎず嫌味のない美しい造形。埼玉の人話長い。でもわからなくもないかな。うさぎちゃんも分かってくれるよね。この造形の素晴らしさを思わず指でさせてくれたくなる。靴は可愛らしい大きいリボンと蹄鉄が打たれたウマ娘仕様の靴だね。蹄鉄なんて打たれてるんだ。これはゲーム中ほとんど見えないところではあるんだけど、こういった細かな再現をしてるのはポイント高い。フィギュアの良さってこういった見えないポイントも見えるから、細かなこだわりは本当にいいと思う。まあこの靴で走れるかどうかは置いといて。で、レース中チラチラ見えてるんで、あえてお見せする映像ではないかもしれない。大丈夫？いろいろとあれなコンテンツだし。ゲーム中に見えてるし、まあええやろの精神で。それにほら、さっき細部までこだわるのがいいって言ったばかりだしね。とはいえ、それをお見せするのは。怒られたら反省すればいい。ダメだこの人。あとはこのライスちゃん、差し替え表情パーツが普通についてたりします。少し不安というか怯えたライスちゃんのこちらの表情とは別に笑顔パーツがついてます。不安そうな表情から一転、祝福の観戦に思わず顔をほころばせているような愛らしい表情。アルターのサイトに書いてあったね。正直こっちの表情もいいんだけど、さっきの表情が群を抜いてよかったかな。それに不安げな表情の方がライスちゃんって感じが強いかな。これは個人の好みで差し替えればいいものだしね。好きな方で飾ればいいと思うよ。でもこっちの表情も好きだし、ライスちゃんで勝つの結構大変だったから、初めてシナリオクリアした時のライスちゃんの笑顔を思い出すね。その後実装されたばかりのシナリオやったら
あっさりクリアどころか化け物ステータスライスちゃんできちゃって情緒がってなった。ソシャゲのインフレは仕方ないとはいえ、それはなんとも。レビュー用撮影のために差し替えてその時のことを思い出しちゃった。差し替えパーツに罪はないんだけど。ところで今手に入るのを。中古流通は若干高くなってるけど手に入らないってことはないかな。あみあみ買取上限2万3000円なんで新品はそこそこの値段になりそう。やっぱり後から手に入れるのは厳しいね。でもアルターはちょこちょこ再販するし、グローバル版リリース以降海外で当たってるみたいだから、もしかするとワンチャンあるかもね。海外人気って当てになるのを。実際のところデータを見て話してるわけじゃないけど、この前あみあみで海外の人がプレネのライスちゃんハロウィンバージョン買ってたね。確か3万円超えてたような。例が狭すぎる。アルターじゃないけどファットカンパニーはそこそこの数を再販してるのでアルターも続くかもね。それに2024年8月に発売されたハロウィンライスちゃんのグローバル版リリースまではグッスマ公式で定価で買い足しクーポンも使えるような状況だったから、グローバル版の影響はあったと思う。保証はしないけどね。ダメじゃん。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。気が向いたら次も作るんでよかったらまた見に来てください。写真はファンティアに置いてあるよ。アカウントがあれば誰でも見れるんでよければどうぞ。ちなみに次は私の出番ある？それじゃ次の動画で。ちょっと何それ。次出てるかわからないけど出てたらよろしく。なんだかんだちょいちょい出てるよね。編集したい人そうでない日があるみたい。新作やイベントが詰まってると出番ないと思うよ。じゃあしばらくは出ないね。